こんにちは、中西智子です。今日は自分の子育ての軸みたいなところがはっきりしていると、そんなに大きく悩んで落ち込まないかなと思うので、私のその軸としていたことについてお話ししたいと思います。規則正しく生活するっていうところなんです。なんかそれを聞くとすごい当たり前の教科書みたいな答えじゃないですか。でもそこのところがですね、実はなかなかできてないんじゃないかなと思って、それは分かってるんですよ、でも私たち夜型なんでっていう人いると思うんですけど、そういう人こそぜひ今日の話を聞いていただけたらなと思います。まずね、うちの子供たちの結果としてですね、本当幼稚園からずっと大学まで学校を休むってことはないですし、精神的にも強いと思いますし、ふにゃってなってしまわないような風にはもう育ったかなと思います。私がこういう風に育てたからだけじゃないですけれども、もちろん本人たちの努力の方が最もなんですけども、その基本を作ったのはやっぱり私がどういう風に育てたかっていう部分は大きいと思いますので、すごい自負してますけどね。もうこれはね、子供がいる親ができるもう一番大切な部分で基礎になる部分なので、もう必ず子供の役に立ちますから、最後まで聞いてみてください。規則正しい生活をしましょうっていうのに、一つ付け加えて、朝方の規則正しい生活をしましょうっていうお話です。人間ってね、お腹の中にいる時から規則正しく地球のリズムで生命を育んで生活していって大きくなっていってるんですね。自然にできた規則正しさっていうのを親が狂わせていくと、いろんな部分が狂っていくと思うんです。ちょっと考えてみると、大きな強い動物は太陽と共に生きてると思うんですよ。自然に逆らわずに生きていくっていう考え方が私の基本のところにあって、そこはね、間違いないって革新的なものがいろんな経験であるんですね。ホルモンのバランスを保ったり、消化のリズムとかもありますよね。人間の体っていうのは地球の自然とともに育ってると思うんですよ。集中力がなくなってくると、勉強から運動とか、今これをやってからこれっていう、そういう切り返しも悪いと思うんですよ。ふわーっとして途中でふわーっと寝るみたいな。夜の寝つきが悪いとか、寝るって言ってベッドに入ったらもうコテーンって寝るような感じですね。割とそれ自然だと思うんですけれども、そこができないとか、太ってる子も痩せてる子も不健康だとは思います。不規則から出てきたもんだと思うんですよ。不安定になってる時だと思うんですね。だからそういうのは本当に大切だと思ってます。親がする習慣づくりとして、例えばですね、まず早く寝なさい早く寝なさいっていうのは辛いと思うんですよ。眠たくないのに寝ないといけないっていうのは。でもちょっと眠たいけど無理やり起こすことはできると思うんですね。だから初めその遅いパターンの子供さんは、どんなに眠たくてもとにかく早くちょっとずつでいいですよ。少しずつ30分でもいいですから起こします。それで昼間はお昼寝まではもう寝かさない。もう刺激を与えるって感じですね。でお昼寝しっかり寝たら、ある程度になったら起こしてっていうのをします。でその起こし方なんですけれども、起きなさいとかベルリンリンって本当あれが良くなくてですね、睡眠のリズムを崩してすごい不機嫌っていうか、体の調子良くなくなるような気がするんですね。いいのはやっぱり太陽なんですよ。光なんですね。光に合わせて体のリズムができてるので、そこを作り出すとそんなに大変じゃないです。思ってるより本当大変じゃないです。やってみてください。お昼寝っていうともうカーテンしっかり全部閉めてお部屋を暗くしてました。音よりも光だと思います。だから食事もどうしてね、間食をたらたら食べさせないかっていう、それも消化のリズムってあるんですね。だからそのリズムを崩しちゃうんですよ。お腹が空いていない状態でいつも食べてると、メインのところで変色が始まったり、次いつ食べれるか分かんないみたいな適当な食事の与え方してると、与えられた時にわーって食べちゃって過食みたいになると思うので、肥満体とかガリガリが出来上がるわけですよ。だからそこの食事も規則正しく消化のためにねすることも大切だと思います。できるだけ例外の日を作らないっていうのはもう親の信念みたいな部分もあると思います。
どっち取るのと思う時もありますよ。なんかみんな来てるのにって、うちの子寝かせますみたいな感じだし、この規則正しく生活させるっていう、リズムを作るっていう部分では、よほどのことがない限り、もう今思いつかないですね、ぐらい、そこが生活っていうか私の子育てのもう一番でした。健康のことでリズムが狂って何かの予定が遮断されるということがないので、結局は楽なんですよね。乱れてるのがもう当然で、どうしても仕事を仕方ないですってあると思うんですよね。それにお父さんがやっぱり遅く帰ってきて、どうしても子供ちょっと抱っこして遊びたいみたいな、もうそれもまあわかるんですけれどもね。だから今の自分の状態を考えてどこまでできるかなと。やるんだったら徹底的に例外なくやっていった方が結果は出ると思います。で、最後に、女性の生理って月経っていうじゃないですか。で、月経周期っていうのは月の満ち欠けの周期、だいたい29点いくつって言いますね。それと一致してるんですよね。で、妊娠してから出産するまでの平均周期は 265. 点何日ぐらいで言うんですよね。ということは、ちょうどこの月の満ち欠けのその周期の9倍の長さなんですよ。だからそれぐらい自然のものと女性の体っていうのはもう一致してるので、自然と共に生きるっていうのが生命の不思議なんですけれども、そういうもんなんですよ。だから朝方で規則正しい生活のリズムを作っているのは自然なんですよ。そこができてなかったら、その部分を直していって少しでもいい方向に持っていく努力をすると、その上にある他の悩みが解決しやすくなります。お子さん育ててる人はいろんな理由あるの本当わかるんですけれども、できるだけ例外なくこの自然ないいリズムで生活するっていうところを考えてみてください。